皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。強力なカードと戦術を惜しみなく使う EDH、通称 CEDH のプレイ実況動画、ゆかりん CEDH へようこそ。ゆかりん CEDH は4人対戦の中で私がどうやって勝ちに行くかのゲームプランの解説や読み合いなどをメインとした実況動画を目指しています。カジュアルフォーマットだけど真剣に勝利を追求するのもとても楽しい、私なりの EDH の楽しみ方を共有できたらとても幸いです。ゆかりん CEDH はペイトリオンサポーターの皆さんの提供でお送りいたします。ペイトリオンサポーターにはゆかりん CEDH ディスコードサーバーへのアクセス権やオリジナルステッカーなどの特典がついてきます。気になる方は動画概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。それでは本日のデッキ紹介の方に移りましょう。今回使うジェネラルは儀式の大魔導士イナーラ。イナーラは場に出さずとも統率者領域から能力を使うことができるジェネラルで、ウィザードが戦場に出る際に1マナ払うだけでコピーを生成する非常に強力な効果を持っています。グリクシスカラーのジェネラルといえば、ムカつきやデモコンタッサ、ブリーチコンボを主軸とするグッドスタッフ寄りのデッキが多いですが、イナーラはそれらの戦術に加えて、青黒プラス2マナからの呪文探求者たった1枚でゲームに勝利できる独自のコンボを搭載しています。初動に必要なマナとカードが少ないコンボが武器のイナーラは、他の速攻デッキの上を行くスピードを持ちつつ、妨害されてもリアニメイトスペル1枚からコンボを再開できる高いリカバリー性能を持っています。今回使うデッキはマイキーさんのリストをそのまま使わせてもらいました。マイキーさんのリストは除去や妨害札を多めに採用することで、呪文探求者と合わせて打ち消し呪文や除去札を引ける確率を上げ、コンボの突破力を底上げした構築になっています。また、ループコンボのフィニッシャーを清掃の学者ではなく古術師にすることで、引いてしまった場合でも通常キャストからループに入りやすくしているのも特徴です。ゲームプランは非常にシンプルで、基本的に青黒2マナと呪文探求者を2、3ターン目までに揃えるのを狙い、止められてしまった場合は、打ち消し呪文を構えつつ呪文探求者を墓地から出す手段を探します。デモコンタッサやムカつきなどのプランは積極的に狙わずに、シギレイのシャーマンや安らかなる眠りなどでコンボパーツが追放されてしまう場合のプラン B として運用されます。テンプレ以外のコンボルートも多く覚えることが多いですが、様々な手配とゲーム展開に対応できるとても奥が深いジェネラルです。それでは対戦相手のジェネラルを見ていきましょう。下茶が使うのが親指なしのクラークと線の顔の逆島の組み合わせ。クラークは運が絡むものの、効果の期待値が呪文の消費マナが2倍になる代わりに効果が2倍とかなり分が良く、そこに逆島が加わると呪文をコピーしながら回収する動きが可能になり、大量のマナとドローから死の国からの脱出や霊気貯蔵機につなげてくるストームデッキです。運絡みの戦略であるものの、デンマークで行われた大型 CEDH 大会ティア1コンでクラーク逆島を使ったプレイヤーが決勝まで勝ち進んだという実績がある強いデッキです。トイメンが使うのが鋭い目の航海士マルコムと劇場の薬瓶砕きの組み合わせ。主軸となるマルコムと光角の海賊のコンボに刺さる打ち消しが少なく対処が難しい上に、プラン B にはデモコンタッサやムカつきなどの強力な戦術が控えているデッキです。基盤がシンプルかつコンパクトゆえに構築の幅が広く、ムカつきに寄せたターボ型もあれば、好奇神経カードを採用したミッドレンジ寄りの構築もあり、大体の戦術は読めるものの、細部まではなかなか見えてこない厄介なデッキです。そして上茶が使うのが鋭い目の航海士マルコムと血を巻くものターナの組み合わせ。薬瓶砕きとの組み合わせと同じく、マルコムと光角の海賊のコンボを主軸とするデッキで、こちらはデモコンタッサやムカつきなどを採用できない代わりに、2ターン目に確実にマルコムを着地させるための緑のマナクリーチャーや、神聖化や異界の進化のような光スノの海賊コンボにアクセスしやすくなるカードを採用できるのが特徴です。今回は全体的に仕掛けるのが早い上に打ち消しを構えるのが得意なデッキが多いので、2、3ターン目から勝負札と妨害が飛び交うスピード感ある試合になると予想されます。打ち消し1枚だけでは自分の勝ち筋を守りきれない可能性が高いので、あえて自分の勝ち筋を守らずに、次の相手の勝負札を警戒する動きも必要になるかもしれません。それでは対戦の方に移りましょう。私のポジションが2番目。まずは最初の7枚を見てみましょう。再造形、否定の力、霧深き雨林、陰謀団の儀式、島、願い爪のタリスマン、ボルカ。願い爪のタリスマンで呪文探求者を持ってこれるものの、マナ加速が不足しているかなり遅いハンドです。ファースト7でキープするには消極的すぎる内容なのでマリガンします。ファットランド、樹木茂る36、通り抜け、唱え損ね、魔力の質、ボルカ、溢れ返る岸辺、土地が多いものの、2ターン目呪文探求者サーチから3ターン目に唱え損ねを構えながらのコンボが狙えるのはポイントが高いです。また、1ターン目魔力の質からの3ターン目直前に通り抜けで呪文探求者をサーチする流れが、相手目線だとムカつきを構えているように見えるので、相手の打ち消しの構え具合を読み取れるかもしれません。もし最初の2ターンで水蓮の花びらなどのマナ加速を引けたら、2ターン目に仕掛けることもできるのでいいハンドだと思います。勝ちプラスアルファの要素まで揃っているのでキープします。全プレイヤーがハンド7枚でスタート。対戦よろしくお願いします。
0ターン目に対面のアクション、叱石の風を追放して宝石の洞窟をプレイ。上茶のターン、関節の森をセットランドしてからフィンドホーンのエルフをキャストしてエンド。私のターン、ドローは願い爪のタリスマン。3ターン目に呪文探求者が打ち消されたとしても、余ったマナでタリスマンを出しておけば、次のターンにリアニメイトスペルをサーチしてからコンボに再チャレンジできますね。まずは溢れ返る岸辺をセットランドしてからアンシーをフェッチ。魔力の質をキャストしてから下茶にターンを回します。下茶のターン、溢れ返る岸辺をセットランドしてからボルカをフェッチ。ソルリングをキャストしてからターン終了を宣言。エンドフェーズに対面が吸血の強磁者をキャスト。対面はライフを2点失い、カードを1枚ライブラリートップにサーチしてからターンを開始します。対面のターン、マナクリプトをキャストしてから沸騰する将校をセットランド。そして蒸気口をフェッチしてから稲妻法師をキャスト。稲妻法師が採用されているので、妨害札が多めのミッドレンジ寄りのリストと考えて良さそうです。上茶にターンが回ります。上茶のターン、魂の洞窟をセットランド、宣言は海賊。そのままマルコムをキャストしてからターン終了を宣言。私にターンが回ります。私のターン、来た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 ドローしたカードはマナクリプト。次のターンに仕掛ける予定でしたが、このターンに使えるマナが増えたのでここで1回チャレンジしてみましょう。まずはボルカをセットランドしてからマナクリプトをキャスト。マナクリプトから2マナ生成して通り抜けをウィザードサイクリング。ライブラリーから呪文探求者を手札に加えます。早速呪文探求者をキャスト。相手が何も持っていなければそのままゲームエンド。持ち物検査の時間です。下茶はパスしましたが、対面が赤霊波をキャスト。唱え損ねをぶつければ呪文探求者を着地できますが、それだとマナが足りなくなり、コンボを完走できないのでおとなしく打ち消しを受け入れます。さて、次のターンコンボに再チャレンジするなら願い爪のタリスマンを余ったマナで出したいのですが、生き残るために唱え損ねを構える必要があるか少し考えます。下茶の次のターンの動きは、おそらくクラークをキャストしつつ、マナを構え、何かあったら打ち消し、無事ターンが回るなら、キャントリップ呪文を唱える流れ。妨害がないと見て、クラークから儀式呪文を連発してそのまま勝ちを狙ってくる可能性もありますが、坂島までつなげて動きを安定させるまでに必要な運の壁が高そうなので、仕掛けてこないよりで考えます。対面の次の動きは間違いなく、マルコムをキャストしてから稲妻宝珠で宝物を3つ作る流れ。宝石の洞窟からの吸血の強磁者、さらに私を止めるために赤霊波を使ったので手札枚数も少なく、光スノの海賊やムカつきなどの1枚で勝てるカードを持っていない限り仕掛けてくる可能性はなさそうです。光スノの海賊を持っている場合は唱え損ねでは止めようがありませんが、ムカつきの場合なら唱え損ねを構えておきたいです。しかし手札に残っている最後の1枚がムカつきだとすると、1ターン目に稲妻宝珠を出して次のターンにトップから土地を引けることを願うよりも、マルコムを出して2ターン目に確実に5マナ揃えてくるんじゃないかと思います。そして上茶の次のターンの理想の動きは、異界の進化か直接キャストで光角の海賊を出してからのリーサルですが、ここまでゲームが続いたのであれば、下茶か対面のどちらかが何かしらの対処札を構えていてくれそうなので、私が打ち消しを構える必要性は低いと思います。余ったマナを使って願い爪のタリスマンをキャスト。次のターンも仕掛ける姿勢を見せて下茶にターンを回します。下茶のターン、上茶を対象にジェスカの意思をキャスト。赤マナを6つ生成してから統率の塔をセットランドし、クラークをキャスト。お次は考慮をキャスト。クラークの効果が誘発。判定は失敗。考慮は手札に戻り不発。今度は圧迫をキャスト。クラークが再び誘発するも失敗。上茶は圧迫を再度キャスト。しかし不運にも判定は失敗。3度目の正直、圧迫をキャスト。しかし2度あることは3度ある。判定は失敗。そして最後の1マナを使って圧迫をキャスト。ついに判定は成功。圧迫をコピーして合計2枚ドロー。水蓮の花びらをキャストしてからターン終了を宣言。対面にターンが回ります。対面のターン、マナクリプトの判定は成功。メインフェースに入りマルコムをキャスト。稲妻宝珠のアンタップ能力が誘発。アンタップ能力にスタックして稲妻宝珠のタップ能力を起動。対戦相手全員に1点のダメージを与えます。稲妻宝珠がアンタップしてからマルコムが着地。対面は上茶にターンを回します。上茶のターン、回復の温泉をセットランドしてからライフを2点払い出産の殻をキャスト。ちょっと雲行きが怪しくなってきましたね。1マナとライフ2点、そしてフィンドホーンのエルフをコストに出産の殻を起動。ライブラリーからフィンドホーンのエルフよりコストが1大きい鳩場の恐喝者を出します。上茶は鳩場の恐喝者の出た時の効果で宝物を6つ生成、そして宝物を1つ使ってギャンブルをキャスト。ライブラリーからカードを1枚手札に加え、ランダムに1枚捨てます。5枚の中から選ばれ墓地に送られたのはタイムツイスター。サーチされたのはこれではなさそうです。上茶はギャンブルでサーチしてきたであろう光スノの海賊をキャスト。私は次のターンに勝つので精一杯なので皆さん頑張って止めてください。対面が光スノの海賊のキャストにスタックして、稲妻宝珠のタップ能力を起動。対戦相手全員に1点のダメージを与え、マルコムの効果で宝物を3つ生成します。そして対面は2マナ使ってマナ吸収をキャスト。光スノの海賊を止めにかかります。しかし上茶は赤霊波で応戦。マナ吸収は打ち消され光スノの海賊が着地します。上茶はコン
コンバットフェーズに移行。攻撃指定前に今度は下茶が動きます。水蓮の花びらからマナを生成して、グレンハを上茶のマルコムを対象にキャスト。クラークの効果が誘発。判定は成功でグレンハのコピーを生成。こちらも対象は上茶のマルコム。打ち消し2枚要求に隊列マルコムが破壊されます。上茶は攻撃指定に入り光スノの海賊で下茶を攻撃。私のムカつきよりも下茶がファイレクシアマナカードを連発するのを警戒した感じでしょうか。探索尽きた上茶はターン終了を宣言。私にターンが回ります。私のターン、マナクリプトの判定は失敗で3ダメージ。魔力の質もアンタップせずにさらに1ダメージもらえます。ドローはサイクロンの裂け目。イナーラの強みを見せていきましょう。まずはバッドランドをセットランドしてから願いすめのタリスマンの能力を起動。上茶に願いすめのタリスマンを渡しながらライブラリーから発掘をサーチ。早速サーチしてきた発掘を呪文探求者を対象にキャスト。勝負です。上茶を止めるのに全力を尽くした下茶と対面はパス。しかし、上茶がライフ1点と否定の契約をコストに意志の力をキャスト。こちらは先ほどのターンと違い今ならマナに余裕があります。唱え損ねをキャストし意志の力をカウンター。そして発掘が解決し呪文探求者を復活。イナーラコンボの始まりです。まずは呪文探求者が出たことにより、呪文探求者とイナーラの能力が誘発。呪文探求者の能力を先に解決し、ライブラリーから2マナ以下のインスタントソーサリー、弱者選別をサーチ。イナーラの能力にスタックして弱者選別をキャスト。呪文探求者を生贄に黒マナを4つ生成。そして、イナーラの能力を解決。1マナ払い呪文探求者のコピーの生成。呪文探求者のコピーの能力が誘発。本来ならここで発掘をサーチするのですが、先に使ってしまったので浅すぎたハカーナをサーチしてからキャスト。私の墓地の一番上にある呪文探求者を復活。探求者とイナーラの能力が誘発。バーントオファリングをサーチしてキャスト。探求者を生贄に黒マナを1つと赤マナを2つ生成。イナーラの能力で1マナ払い探求者をコピー。今度は約束の終焉をサーチ。そして、残ったマナを使い、約束の終焉を X イコール1でキャスト。約束の終焉の効果で墓地から1コストのインスタントとソーサリー、弱者選別と発掘をキャストします。まずは弱者選別を先に解決。呪文探求者のコピーを生贄に黒マナを4つ生成。お次は発掘を解決。もちろん対象は呪文探求者。今回もイナーラの効果で1マナ払いコピー。呪文探求者の能力2回で、ノウボと再活性をライブラリーから手札に加えます。呪文探求者の出番はこれでおしまい。ノウボでライブラリーから古術師を墓地に送り、再活性で復活させます。古術師とイナーラの能力が誘発。まずは古術師の能力を先に解決し、墓地からバーントオファリングを回収。イナーラの能力にスタックしてバーントオファリングをキャスト。古術師を生贄に黒マナを4つ生成。イナーラの能力を解決。1マナ払い古術師のコピーを生成し、再活性を回収。再達成で古術師を復活。イナーラでコピーしてバーントオファリングと約束の終焉を回収。バーントオファリングで古術師を生贄に黒マナと赤マナを2つずつ生成。再び約束の終焉を X イコール1でキャスト。今回の対象はノウボと再活性。普段ならここでノウボでライブラリーから浅すぎたハカーナを墓地に送るのですが、念には念を入れて眼鏡を墓地に送ります。再達成で古術師を復活。古術師とイナーラの能力が誘発しますが、先に古術師の能力でバーントオファリングを回収。イナーラの能力にスタックしてバーントオファリングをキャスト。古術師を生贄に黒マナを4つ生成。お次はイナーラの能力で1マナ払い古術師のコピーを生成。浅すぎたハカーナを回収。そして浅すぎたハカーナで古術師を復活。古術師とイナーラの能力が誘発。ここから古術師でバーントオファリングを回収し、バーントオファリングで4マナ生成。イナーラで古術師のコピーを生成し、浅すぎたハカーナを回収。浅すぎたハカーナで古術師を復活させる一連の動きを繰り返すことで、無限に古術師のコピーを並べることができます。イナーラの能力で生成されたトークンは速攻を持っているので、コンバットフェーズに入り、大量に並べた古術師のコピーで対戦相手を攻撃することで私の勝利です。対戦ありがとうございました。今回の試合は、防御札2枚を持った上茶が仕掛けたところを下茶と対面が妨害、返しにイナーラのリカバリー性能を生かした攻めが通りましたが、もし上茶が仕掛けてこなかったら、私の攻めを通すのが困難な展開になりそうで危なかったですね。幸いにも光スノの海賊やクラークに刺さるサイクロンの裂け目を引けたので、その場合は無理に仕掛けず、打ち消しかリアニメイト呪文をもう1枚引けるまで様子を伺うのが良さそうです。今回お見せした基本のコンボルート以外にも、ドラニスの範疇を無視して決めるルートや、無限トークンの代わりに立つ差の選択肢で締めるルートもあり、学べば学ぶほど戦術の幅が広がる楽しいデッキです。今回の動画はこれにておしまいです。もしゆかりん CEDH を楽しんでいただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。